行くよ。うん。メルボルン紹介している上から浩平と。森の中って酸素が綺麗だろ。いいからお前自己紹介しろよ。あ、ごめん普通にマサヤです。二人揃ってメルボルンブロス。えそっち？いやー、初めての海外生活楽しみだ。だけどやることいっぱいあんな。銀行口座の作り方、携帯契約、まだ換おいお前金もしてね反応しろよ。まだ換金もしてねえしな。どうしよう。てえな、お前なんだよ。俺は上からG兵だ。何しに来たの？俺はお前の悩みを解決しに来たんだよ。何を解決してくれるの？まず一つ目はマイキーカードの作り方。メルボルンで一番安い換金場所、おすすめの携帯プラン。あと何だっ忘れたのかよ、お前。け？忘れてるわけないだろ。おすすめの銀行だ。最後にフリー Wi-Fi を説明しよう。誰から説明しもうてくれる？いいから行くぞ。おい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 。ここがマイキーカードを買える場所だ。マイキーカードってな。マイキーカードはな、日本でいうスイカとかパスモみたいな公共機関を使うために必ず必要なカードだ。なるほど、それがあれば乗れるってこと？だけど例外があって、メルボルンにはフリートラムゾーンっていうのがあって、シティ内だったらトラムに乗り放題なんだ、無料で。今からその紹介をしよう。タッチしなくて本当に大丈夫？ここはフリートラムゾーンって言ってな、フリートラムゾーンの場合な、駅にこうやってフリートラムゾーンって書いてあるんだよ。そう書いてある場合はタッチしなくていい。そうだ。だけど出るときになったら、放送でアウトサイドオブトラムゾーンって言ってくれるから、それを聞いておけばいいんだ。そしたらマイキーをタッチする。なるほど。フリートラムゾーンのこと分かったか？シティ内タダで乗れるってすごいね。めっちゃいいだろ。で、ちなみにマイキーには2種類あって、マイキーマニーとマイキーパスがあるんだ。で、マイキーマニーを使う場合は1日 8.6 ドルかかるんだよ。8.6ドル。どういう計算なの？タッチしてから2時間以内であれば 4.3 ドルなんだけど、それ以降またタッチした場合さらに 4.3 ドルがかかって、全部で 8.6 ドルかかってしまうんだよ。1日 8.6 ドルあれば乗り放題ってこと？そういうことだ。だけどちなみに1ヶ月28日単位で買わなきゃいけないんだけど、マイキーパスっていうのがあって、それは日本で言えば定期みたいなもんだ。1日シティ外でいくら使っても 5.2 ドルなんだよ。安っ。よくシティ外で公共機関を使う人からしたらそっちを買った方が便利なんだ。あ、じゃあ遠くに住んでる人とかはマイキーパスにして、俺みたいにシティに住んでるのはマイキーマニーの方がいいってこと？そうだ、そういうことだ。じゃあ早速買おう。あ、待って、でも俺お金ないんだ今。俺がお前にお金貸しちゃうよ。仕方ねえから。本当に？じゃあ後で返せよ、換金したら。分かった。行こマイキー変えたよ、G 兵。う。もうよくやったじゃないか。 G 兵のおかげで英語覚えれたわ。なんだよ。キャライゲットはマイキー、あとタップアップ。タップアップってチャージの意味でしょ？そうだ、うん。ちなみに Can I please get って言わないと Can I get だってお前マイキー渡せって言ってみたいなもんだ。あ、ちょっと失礼だね。ちょっと失礼だ。キャライプリーズゲットはマイキー。そうだ、くださいって。そうだ。あ、なるほど。てかさ、一つ疑問に思うんだけどさ、あそこでしかチャージできないの？それいいこと聞いてくれるじゃないか。この PTV ってアプリを取って、このマップを押すとこう出てくるんだ。それで手にマイキーを持ってるこのマークであればどこでもチャージをすることができる。あ、買える場所もわかるんだ、それで。そうだ。じゃあメルボルンにはセブンイレブンがたくさんあって、そのセブンイレブン内だったらどこでもチャージできる。本当に？そうだ。めっちゃいいじゃん。てかお前お金返せよ。そうか、換金所行くぞ。今から換金しよう。分かった。着いたぞ。ここ？ここだ。あそこのプリンダースレーン228っていう住所の場所で、ユナイテッドカレンシーっていう、ここがメルボルンで一番安い換金所だ。一切手数料がかからない。マジ？はい、めっちゃ安いね、それ。そうです。でもう1店舗あって QV ってところにあるんだけど、それは概要欄の方に住所を貼っとく。じゃあ今から早速換金してこい。そうだね、俺換金してくるわ。でも換金の言葉俺わかんない。 Exchange this into dollars please. Exchange this into dollars please? Yes. OK。それで行ってきた。行ってくるわ。はい。ああ、換金できた。いくらになったの1000円が12ドルになった。おー、結構高いじゃで、めっないか。ちゃ高いよね。でめっちゃ格好つけて Exchange in this into dollars please って言ったら。おー、いいじゃないか。ちょっとずつ英語も学んでるじゃないか。ね、これ結構ためになるわ、G平と一緒にいると。じゃあ次はメルボルンでワーホリ留学生の人たちにおすすめの携帯会社、いわば携帯契約をしに行こう。では行こ行こう。おい、忘れんなよ。う。これ？どうぞ、おいおい、ちょっと。
これが噂のオプタス。これがおすすめのオプタスだ。なんでオプタスおすすめなの？ちょっとオプトパスに似てるからだよな。おい、ごめんごめん、お前爆発なんだよ今の。来てんだよ元からつまんでるまあちなみにな、オーストラリアは3大携帯会社、テレストラ、オプタス、ボダフォンってあって、テレストラが日本でいうドコモみたいな、いや電波の回線を持ってる会社なんだ。それでオプタスはそこの回線を使ってる会社だから、テレストラは一番安定してるんだけど値段が高い。そしてオプタスは普通に電波は安定してるけど値段は普通で、ボダフォンは一番値段は安いけど電波が悪い。だから田舎の方に出たら通じないことが多いんだ。ってことは何を選ぶ？オプタスでしょ。オプタス今から作ろう。なんでこんなところ移動したの？さっきな、オプタスの前で撮影してたら邪魔って言われて怒られて怖くてこっち来たんだ人がいないところが G 兵は好きだ。だから全く人がいないところ選んだの。そうだ。はい、面白いな。どうだったオプタスは？オプタスね、英語ちょっと難しかったかな。でもなんか G 兵が言ってくれた通りの感じだったから入ってすぐにどうしたのって聞かれてI'd like to get SIM card って言って奥の方に呼ばれて、そこでなんか必要だったのが自分が必要なギガとパスポート、住所、ビザの種類、あとどのくらいメルボルンにいるかみたいな。ちなみにお前がゲットしたプランは何だ？$45で50ギガ。超多いじゃないか。やばいよね。でなんかプランがちゃんとしてて、なんか12ヶ月しっかりこっちにいるっていう証明がないとそのプラン契約してもらえないから、そうそういうのをしっかり考えておかないとダメかもしれない。次はメルボルンで留学生ワーホリの人たちにおすすめしたい今銀行を紹介しよう。ではじゃあ、でも待ってくれ、俺はもう歩き疲れた。だけど俺はね、秘めた力を持って一日お前を一回飛ばすことができるんだ。本当に？だから今から飛ばそう。行くぞ。ああ、ちょっとダメだ。なんだよお前、はい、飛ばしてみてくれよ。ああ、一回使っちゃったか。だけど俺も後から追いかけるとするか。本当に飛んだ。ここが噂の ALZ か。もう G 兵本当にワープしたよ。すげえなお前。オーストラリアな4大銀行があって、その中でも俺がおすすめするのは ANZ だ。なんで？ ANZ はな、日本人サポートがすごい手厚いんだ。それは日本にも会社があって、オーストラリアに例えば現金を置きっぱなしにしたとするだろ。だけど日本で下ろすことができるんだよ、お金を。マジで？そうだよ。めっちゃいいね。とにかく25歳以下の方はみんな口座維持費用が無料で、25歳以上はちょっとお金がかかっちゃうんだけど、毎月$2000の入金があればタダになるんだよ。めっちゃいい。でちなみにもう一つはナブ、ナブはもう何もしなくてもずっと口座維持費用が無料だけど、ANZ ほどの日本人サポートは受けられない。なるほど。じゃあ俺みたいなちょっと英語が苦手な人は ANZ がいいってこと？そういうことだな。安心もするしな。作ろう。いや、すごく簡単に作れたよ、G 兵。ありがとう。何見せたんだよ。なんかパスポート、携帯番号、ビザの種類ぐらいでもう本当に簡単に作れて。そうだろ、やっぱ、簡単だろ。なんかね、これメルボルンが多文化っていうのがあるのか、なんか店員さんがすごい慣れてる感じで、そうなんだよ。めっちゃ簡単にできた。そうなんだ。別に英語喋れなかったとしても優しくなんとか伝えようとしてくれただろ。ね、ANZ ね、日本で口座開設することができて、それはちなみに手数料9000円かかっちゃうの。だけど正直マサヤみたいに英語喋れなかったとしてもこっちで作れるわけですよ。確かに本当だよ。これでオーストラリアの生活が充実できそうだ。ありがとう、G 兵。特にこれから来る皆さんはね、これを見て勉強してみてください。ありがとう。じゃあバイバイ、G 兵。じゃあな。あいつ危ねえバカ野郎、本当に。キャリーケース飛ばせよ。